りさです。今日はこちらビブラのチュートリアルボリューム1ジェムストーンというジェルのセットを実は持ってまして、これを使って天然石風のネイルをやっていこうかなと思います。これは韓国のジェルネイルブランドなんですけど、日本からも公式サイトで買い物ができるようになったので、去年爆買いをしまして、一度だけ、動画でも使ったことがあるんですけど、ちょっとそれ以降ねなかなか使う機会がなかったので、久しぶりに自分のこの地爪にショートネイルでこういった天然石風のネイルをやっていこうと思います。これめちゃくちゃ可愛いですよね。すごくテンション上がるんですけど、私こういうの大好きで、めっちゃリアルじゃないですか。一応韓国語と英語なんですけど、チュートリアルカードが入っていて、これですね、カラージェルを塗った上にマーブルジェルっていうのとマーブルドゥっていうジェルを使ってアートができるよっていうものになってるみたいです。ちょっとね英語の方を見ながら、練習もしつつアートやっていこうかなと思います。あとこのマーブリングのコツっていうのもカードが入っていて、こういう透明のやつですね、これをこんな感じで上に乗っけてこうカラーをのせる練習ができるよっていうものもついてます。こんな感じで XYZ の並びになるようにカラーを置いていくとすごくバランスが良くなるよっていうことらしいですね。あとね、韓国のジェルにありがちなディスプレイのカードもついてます。私こういうのもったいなくてなかなか使えないのでずっと取ってある感じになってます。でもね、地爪の方には今前回塗ったポリッシュがついてるので、これのオフからスタートしていこうと思います。オフにはこのポリッシュリムーバーを使っていきます。これはね、ネイリスト検定の時に面台に入れていたのをそのままにしてあったので、これから使っていきます。私ね、これあんまり好きじゃなくって、ちょっとね横から結構傾けると漏れてきちゃうんですよ。だからね、中に入れたの早く使い切っちゃいたいんですよね。でもポリッシュリムーバーって本当に今ジェルネイルやってるとほぼ使わないから、実は先週韓国に旅行に行く前日にネイルチップをつけようと思ったんですよ。色とか柄がついてて、ジェルでつけるタイプのネイルチップつけたらもうアートしなくてそのまま完成ですよっていうものなんですけど、それをねつけて旅行に行こうと思ってたら、意外とねネイルチップがパキって簡単に取れちゃって、旅行中に取れちゃったら嫌なので、もうネイルチップはオフしてポリッシュを急いで塗っていったっていう感じだったんですけど、その時にね使ったポリッシュが結構長持ちしてくれて、旅行から帰ってきて約1週間そのまま過ごしたんですけど、まあ綺麗にずっと爪にいてくれたっていう感じでした。でもね、やっぱりそのネイルチップをつけてオフするっていうのをちょっと失敗してやり直した爪とかが何本かあって、3回くらいねジェルをオフしたんですよ、ピールオフ。そしたらやっぱり爪の表面少し持ってかれてて、結構ね柔らかくなっちゃってて、一応爪を補強する用の繊維が入ってるベースコートを使ったんですけど、それでもやっぱ1週間経つとお風呂に入った時とかに結構ふにゃって柔らかくなってきちゃってました。でもね、爪自体は割れることなくこのネイルベッドから離れて伸ばせてはいるので、やっぱりね補強剤が入ってるものはジェルほどではないけど効果あるんだなっていう感じですね。そう、韓国に行ってきたんですよね。初めての海外旅行で一人旅だったんですけど、韓国でねもともとネイル系のグッズが売ってるショップで爆買いしたいなと思って、いざちょっとショップついてみると、でもこれ持ってても使いこなせるかなとか、使用期限が来るまでにちゃんと使えるかなって不安になっちゃってでね、結局買ったのはパーツとかグリッターとかジェルが2つだけ買いました。現地で買ったのってほぼお菓子なんですけど食品ばっかりね買ってきたっていう感じなんですけど、韓国でほぼ観光地には行かずにソンスとかホンデとか、あとはトンデムンとかでショッピングをしてたんですけど、現地の女の子の爪とかもね結構目に入ってきたんですよ。なんかねトレンドというか、私がたまたま見た
人たちの爪がそうだっただけかもしれないんですけど、結構ショートネイル、地爪のこれぐらいの長さですね、自然な長さで Y2K のネイルをやってる子が多かった印象ですね。やっぱり流行ってるんですよね、多分世界的に。同じ東アジアで結構近いっていうのもあるかもしれないんですけど、特になんかパールのいっぱいついたハートとか星とかを爪に乗せてる子とか、あとは日焼けしたキティちゃんのパーツ、サンリオのパーツとかが流行ってるみたいで、爪に乗っけてる子がたくさんいました。むしろ日本よりもサンリオのキャラクターを見たかもしれないです、韓国の方が。私ねインクとかを結構見るの好きなんですけど、パジャマスかななんかパステルカラーでめっちゃ可愛いインクがあったんですよ。韓国のネイルブランドの、セットでシリーズで出てるやつだったんですけど、それがねめちゃくちゃ可愛くて、韓国に行く前から韓国のネイル系の YouTuber さんの動画を見て知ってはいたんですけど、現物見たらねめっちゃ可愛くて、本当に欲しい、買おうかなって思ったんですけど、でもなんかインクって持って帰ってくるの大変そうじゃないですか。預け荷物に入れれば大丈夫だと思うんですけど、でもねなんかガラスの瓶だし、中で割れてたりしたら大変なことになるし、しかもインクって揮発性が高いじゃないですか。だからねもうこぼれてたら使い物にならなくなるんじゃないかなと思って、ちょっと怖いんで買うのは諦めました。もう本当にめちゃくちゃ可愛いんですよ。パステルカラーのカラフルな色もあったし、ちょっと渋めの色とかもあって、黒とかもありました。それにね私ファボリのインク結構お高いのをねセットでバッて買ったんですけど、使いこなせなくって、ちょっとそれもあってね今回は見送りました。もしかして通販で買えたら買うかもっていうぐらい可愛かったです。やっぱ現地に行って実物を見るって大事ですよね。実店舗で。ネットとかだったらレビューとか YouTube とかインスタで紹介してる動画見て、可愛い買おうみたいな感じでポチって私よく買っちゃうんですけど、でもやっぱ現物を見たらこんなに容量入ってるなら使い切れないなとか、似たような色持ってるなとかいろいろ気づくこともあったし、そのパジャマスのインクみたいにやっぱり可愛いわ、欲しいわって購買意欲が高まることもあるし、なんかより現実的に考えられますよね、ネットショッピングより。だからね私早くあれに行きたいんですよ。日本の資格を持ってないと購入できないショップとかに行きたいんですけど、まだねネイリスト検定の合格通知は届いたんですけど、合格証明書っていうのが来てなくって、それがないと会員になれないので、あとね1ヶ月ぐらいは待ちっていう感じですね。すごく楽しみです。ある程度オフができました。次はキューティクルケアをやっていきます。これはブルークロスのキューティクルリムーバーです。検定の時に詰め替えたものをそのまま使ってます。本当はお湯とかにねつけたいですけど、もう今回は簡単にこの状態でケアします。9点で買った00のメタルプッシャーです。刃先というか先がめちゃくちゃ細くって薄く作られてるので、すごいねスッてよくルースキューティクルが取れます。ただ薄すぎてたまに爪削っちゃうので当てる角度に注意ですね。あと力加減、ネイリスト検定のモデルハンドにも使ってみたんですけど、このプレートが薄すぎてネイルチップ削っちゃってたんで使うのやめました。もうねネイリスト検定が終わってからネイルサロンで爪やってもらって、そっからねなんだかんだ自分のセルフネイルすごいサボってたんですよね。だから1ヶ月ぶりとか1ヶ月以上ぶりかもしれないですね。ウェットティッシュで残ったルースキューティクルを取っていきます。すごく簡易的なんですけどケアが終わりました。次はベース作っていこうと思います。以前に詰め替えていたグレースジェルのベースジェルを塗っていきます。そうだ、いつも私ピールオフベースを塗ってるんですけど、今回は爪のペラペラ度がいつにも増してひどいので、一旦普通のベースを塗って今後ねネイルをやっていこうと思います。前にサロンでやってもらったネイルをオフするところまではすごくいい感じだったんですよ。自分でマシン使って表面削ってアセトンでちょっとずつオフするっていうのはねいい感じにできて、爪も健康な状態だったんですけど、その後にね試したネイルチップのジェルを剥がす時に結構持ってかれた
部分があるっていう感じです。別にね、そのネイルチップのジェルも悪くはないんですけど、失敗してやり直すっていうのを何回もやっちゃうと、そりゃあね、少々はダメージがいくよねっていう感じでした。やっぱり取れにくさとオフのしやすさはどうしても比例するっていう関係にありますよね。できるだけつるんと仕上げたいので、今回はフォルムを大事にしたいです。っていうか待って、久しぶりすぎてファイリングするの忘れてるんですけど、やばいまあそんなに変なとこないんで、このままやっていこうと思います。検定取ったんでしょって言いたくなる感じですよね。本当にこんなんだからね、職業にはできないですね。やっぱり人差し指の爪だけが最近長いんですよ。ちょっとね、もともとキューティクルの根元が若干この左の方が下がる感じで生えてきちゃってて、これが嫌で右をもうちょっと長くしようと思ってケアを頑張ってたんですけど、そしたらね、なんか全体的にネイルベッドが長くなっちゃって、あとハイポニキュームも他の爪より伸びてるっていうのもあると思うんですけど、なんかバランスが変なんですよね。こういうの上手い人はどうやって整えてるんだろう。なんかやっぱ生きてる人間だから左右対称じゃないし、どうしても一本の爪でもこうどっちかに偏って生えてるとか曲がって生えてるとかどうしてもあるじゃないですか。私右手と左手で爪の大きさも違ってて、私ね、右手の方が爪大きいんですよ。一回りぐらい。だから何も考えずにネイルチップとか選ぶと左右で全然大きさ違って変になっちゃって、やっぱそういうのをうまいこと隠してくれるから、チップで長さ出ししたりとか上から全部カバーしちゃったりとかっていうのはやっぱメリットが大きいですよね。まあでもちょっと分厚さが出ちゃったりとか、長さが長すぎて生活しづらかったりとかっていうのはデメリットだと思うんですけど、あとは剥がれやすかったりで、剥がれにくいようにジェルでがっちりつけちゃうと今度オフがしづらいんですよね。一層薄く塗ったので、この上に重ねてつるんとさせていこうと思います。分けてこういう風に塗ると1層目がジェルのガイドになってくれて、ちょっと量をたくさん塗ったとしても周りに流れていきにくくなると聞いたので試してみようと思います。集中してたらずっと無言になっちゃった。結構気づいたら無言になってます。右手のベースが完成しました。一旦右手のアートとトップを全部やってから左手に移りたいと思います。めっちゃ可愛いですよね。こういうなんか金のキラキラとか入ってるやつがめっちゃリアル。こういう色味とかも可愛い。やっぱこのアメジストとかローズクォーツみたいな色もめっちゃ天然石ってパッてわかるからいいですよね。じゃあまず親指から始めていこうと思います。どうしようかな。このやっぱパープルのアメジストっぽい色がいいなと思うので、ちょっとこれを参考にやっていこうと思います。アイテムはこんな感じで全て箱から出してボックスに入れてあります。あとビブラーの別売りなんですけど、このマルガムジェルっていうものかな、絵の具ジェルっていうシリーズのボリューム1のクリームとゴールドっていうのと、これですね、天然石のフレークも一緒に買ったので、これも使っていきたいと思います。まず開封しておきます。だからね、本当の天然石らしいんですけど、ちょっとあんまり詳しいことは韓国語が読めなくって理解はしてないんですが、こういう色とかね使ったら良さそうですね。やっぱ紫と、あとこの辺とかかな。でもちょっとクリーム色っぽいから紫だけと、あとは白のマーブルドゥでできるのかな。こんな感じで割と今日は手探りモードです。まあ、毎回手探りですけどね、私の場合。一旦ちょっとカラーを塗ってみましょうか。でもなんかグラデーションになってるんですよね。こんな感じで先端に向かって濃いグラデーションになってるから、全体に塗るんじゃなくって先端が濃くなるように塗ったらいいのかな。ちょっと普通のブラシで伸ばしてみます。クリアジェルとかを最初に敷いとくと良かったかもですね。
回こんなもんで固めてみます。ちょっとこのフレークを埋めてみましょうか。あ、意外と大きいフレーク、大きいまま入ってる。割った方がいいですよね、絶対。あ、すごい、めっちゃ層になって重なってたみたいで、バラバラになりました。でもいい感じ。めっちゃホロホロって崩れてきました。あんまり爪のカーブのところに乗せると埋め込みが大変かもですね。ちょっと一旦これで仮硬化します。なんかこれだけでもう天然石感出てますね。もうちょっとベースジェルで埋め込んでおきましょう。すごい一気に奥行きが出せそう。つるんと埋め込むことができました。じゃあこの上にマーブルドゥでクラックを描いていきたいと思います。動画があってちょっと一応それを見たんですけど、うまくイメージ通りにできるかな。一回ねこれは使ったことがあるんですけど、量をケチっちゃうと多分思ったような仕上がりにならないと思うので、今回はしっかりたっぷり使っていきたいと思います。前回はね量をケチってなんか違うなってなっちゃったんでこのね専用のスティックを使っていきます。こういうのね可愛いですよね、めちゃくちゃ。なんかお手本の動画を見てるんですけど、結構たくさん量を取ってますね。これくらいこっちからとこっちからみたいな感じで、こんな感じでめっちゃ硬いジェルです。硬いしマットだし、全然レベリングしない。不思議な感触かも。結構右手を左手でやるの難しいかも。こんな感じで表面をスッと手飛ばしてスッと撫でて伸ばして、このマーブルジェルでめっちゃ撫でてぼかしてますね。なんか広がりすぎちゃったから一回ちょっと形を修正しましょう。このジェルを少し置いて別の筆でぼかしてるみたいですね。あ、すごいめっちゃ溶けてる。このマーブルジェルをのせると一気にふわっと溶けて、アクリル絵の具を溶かしたみたいな質感になりました。30秒ぐらい硬化しました。この上にこの反対側の細い方ですね、こっちをさっき使ったんですけど、こっちの細い方を使ってさらにこのマーブルドゥをのせます。なんかね、若干位置をずらしてのせてますね、お手本の動画だと。でこれをさらに伸ばして薄く重ねていってますね。でこの先端を使ってちょっとジェルをうまく削り取って質感を出してるみたいです。こんな感じかな難しいですね。多分あとこれベースがちゃんとつるんとしてないと引っかかって狙い通りに伸ばせないっていうのもポイントかもしれないですね。一旦親指はこれで完成にしたいと思います。トップまで重ねちゃいますね。親指できました。表面に結構凹凸が出ちゃいそうだったので、できるだけつるんとトップを多めにのせて天然石っぽくしてみました。トップで埋め込むと一気に天然石の感じ出ますね。ちょっとフォルムが不格好になっちゃったんですけど、まあ9大点ということで他の爪もやっていこうと思います。なんかこの辺の渋い色とかも使ってみたいんですよね。公式の動画を見るとまずこのマーブルジェルを塗って全体的にふわっとぼかすっていうのをやってたので、ちょっと真似してみようと思います。つ
ごいめっちゃボワッとぼかせますね、塗っただけで。でこの上にまた色を重ねてましたね。こんな感じになりました。で次はこの上に絵の具ジェルをのせてみようかなと思うんですけど、その前にフレークを先にのせよう。さっきと同じフレークですね。ちょっとねデコボコが思ったよりひどくなっちゃったので、はみ出てるところを削っちゃおうと思います。これもビブラさんからもらったギフトのジェルクレンザーなんですけど、これで表面を拭いておきます。いい感じに凹凸がなくなったので、ベースジェルで再び表面をつるんとさせておきます。結構この時点で分厚くなっちゃったんですけど、上からもう少しだけ重ねていきたいと思います。これがクリムトゴールドです。めちゃくちゃ可愛いんですよ。これ超個性的な色味のラメが入ってて、筆に取ってもちょっとよくわかんないんですけどこんな感じで本当に天然石に入ってそうな色味の大きい箔みたいなのの組み合わせになってますね。とこんな感じで足してみました。あとはここに先ほどのマーブルドゥをまた重ねてマーブルにしていきたいと思います。削らずって言ったけど意外とちょっとの量で良さそうですね。人差し指こんな感じになりました。中指茶色にしてみたんですけど、このダルメシアンストーンっていうラメの入ったジェルも使ってみようと思います。本当に読んで字のごとくダルメシアンみたいな柄のラメ、グリッターが入ってるんですけど、全然ねキラキラしないんですよ。マットなカラーのグリッターになってて、本当にリアルな石みたいな感じです。はい、完成しました。今回はできるだけいろんな色を散らばらせてカラフルにしてみました。なんかね、ローズクォーツみたいな見本があったんですけど、ピンクのジェルはなかったので、天然石のフレークですね、ピンクのものを使って再現してみました。フレーク入れたところめちゃくちゃ複雑見えしてめっちゃ可愛いです。この親指の奥に光ってる白いやつがフレークなんですけど、入れたところと入れてないところの差がめちゃくちゃ本当にはっきり見えて一応ですね、もっと早く使えばよかったって思いました。あとね、このクリムトゴールドの金箔を埋め込んだところがめちゃくちゃいいアクセントになってます。この黒いマットなラメもクリムトゴールドと、あとダルメシアンストーンを混ぜたものです。やっぱこういうニュアンスネイルというか、結構個性的なぶわっとしたマーブル模様、すごく可愛いです。もっとね、もっとリアルな天然石にできるようにちょっと練習も重ねていきたいなと思います。では最後までご視聴いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。